はい、今日はですね、いつもの自分のこのコースの方に出てきております。で、持ってきているのがこれ、DT02 ですね。で、今日はまずね、この DT02 でこのコースを走って、その後、このタイヤですね、DT02 ノーマルだと、ちょっとタイヤの選択肢が少ないんで、ここを六角化することで、タイヤの選択肢を持たせたいなと思います。で、六角化するにあたってですね、最近 DT04 が発売になりました。で、DT04 の足回りを移植することで、六角化することができるので、それを合わせてやっていこうと思います。なので、まずは DT02 でこのコースを走ってみようと思います。はい、それでは DT02 のサンドバイパー、ノーマルで走らせて、今度はフロントですね、DT04 の足回りを使って六角化してまた走らせに行こうと思います。で、DT02 を六角ハブ化するのに必要なパーツがこの DT04 の足回りのパーツですね。まずこれ、B パーツの2個、ハブが1個ずつしかないので必然的に2個必要になるのと、あとはキングピンと、ホイールアクスル、これだけあれば、あとエアリングが4つですね。じゃあ早速交換していこうと思います。で、C ハブがこれね、上がへこんでる方が上か。で、こうか。で、ここにベアリングをはめて、だいぶ遠いんなんで、これもちょっと軽い縮めるのかな。はい、じゃあ DT02 の六角ハブ化、これで完成です。一応 K が同じぐらいのものにタイヤ変えたんですけど、これタイヤ、カーペット用タイヤのパンサーっていうタイヤですね。一応これで走ってみようと思います。はい、じゃあ DT02 の六角ハブ化して持ってきました。ちょっと早速条件全く一緒で、ちょっと路面の温度がちょっと低いかなっていうぐらいで、後の条件は全く同じなんで、これで早速走ってみます。
同じようなタイプのリブタイヤの六角のものがあったので、ちょっとこれで試してみようと思います。はい、最後はね、シュマッカーのカットスタッカーに入ってみました。K がね、明らかにちっちゃいんですよ。はい、今日はですね、DT02 を DT04 の足回りのパーツを使って六角ハブ化するという試みでやってみたんですけれど、結果的にはですね、打角自体はおそらく切れてないと思うんですけど、ちょっと編集してみないと分かんないんですけど、それでもですね、タイヤの種類をいろいろ変えれるというメリットは大きかったように感じます。ただ今回自分のコースの、ハイグリップカーペット路面等での、結果になるので、ダート路面等ではまた違った結果になるかもしれません。ただ今回この DT02 を六角ハブ化して走りやすくなったことは間違いないので、このまましばらくは走ってみようと思います。それでは本日の動画は以上となります。また今後もこういったラジコンの動画や自分の興味の持ったことはどんどん試していきますんで、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。